こんにちは。今日は私が行っているゼロウェイストではなくてローインパクトというローウェイストのことを6個紹介したいと思います。プラスチック、一度きりのプラスチックをリサイクルするのはすごく大事なんです。だけどそれよりも本当は大事なのは一度きりのものをあんまり使わないようにする。だったりどうやったら自分たちが排出するものを減らすことができるんだろう。あとは SDGs の12番目の責任のある消費というところに鍵があるんではないかなと思ってます。じゃあ早速紹介したいと思います。まずは1つ目、皆さんもよく言うのがエコバッグです。これはウォーマンデリバーでもらったMind Your Own Uterus っていうバッグなんですけど、これを結構私は小さく折りたたんで基本的にカバンに入れるようにしてます。あとはスーパーに行くとき南米ではほとんどが量り売りなんですよ。日本だともう先にプラスチックに入ってることが多いんですけど、南米だと量り売りでそこをその場で袋に入れることもできるんですけど、そのままカゴに入れて、例えばレジでそのまま測ってもらったり、シールを貼る場合私は結構5つとか買って1個にシールを貼ってそのままレジで通すんですけど、そしてレジでこういう風にエコバッグに入れて自分できるだけプラスチックバッグを使わないようにしてます。次は2つ目、結構普通だと思うんですけど水筒です。サーモンボトルなんですけど、普通に喉乾いた時に普通にいつも使ってます。ここに基本的に水とレモンを入れたりお茶っ葉入れたり蜂蜜レモンを入れたりしていろいろ工夫して持ち歩いてます。あとはタンブラーですね。結構スタバとかだと日本だとタンブラー持参だと20円割引になるんですけど、朝は私はコーヒーがないとちょっとあれなんですけど、忙しい時とか外で買うこともあるんですけど、この空のボトルだけでも入れとくと外でコーヒーを頼む時にっと思い出して出すこともできますし、あとは自分で朝コーヒー作る時間があったらここに入れて持ち運ぶと外で買わなくていいので節約にもなるし地球にも優しいから、こういう風にタンブラーを持ち歩くのもおすすめします。3つ目は最近よく話題となってるストローです。私はノープラ産のストローを使っているんですけど、結構バーだったりカフェだったりで何かを飲む時に私は絶対にストローいらないですっていうようにしてるんですけど、でそこでたまにストローが欲しいなと思う時、特にお酒カクテルとか飲んでる時は自分のストローを出して飲みます。でも最近アメリカかなでストローを飲んだまま歩いてて脳まで突き刺さった人がいたらしいので、自分はできるだけこれからタピオカを飲む時は立って動かずに飲もうと思ってます。4つ目は竹歯ブラシです。なんで竹歯ブラシを推進するかというと、結構 2,3 ヶ月に1回皆さんと歯ブラシって買いませんか？特にホテルなんかに行ったりすると使い捨ての歯ブラシがあったり、それを1日1回買える人もいると思うんですよ。もしくは家に1本置いといてオフィスに1本とか持ち歩き用1本とか、今日忘れたから買おうだったり、そういう風に考えていくと歯ブラシの消費量ってものすごいと思います。今日本人の人口って1億2641万人って言われてるんですけど、それを ×4×5×6 で考えてみると6億本7億本もの歯ブラシが毎年捨てられてるって考えられます。そういうふうに考えると、もちろんまだ完璧な商品ではありません。ブラシ部分はまだナイロンなんですけど、できるだけ成分分解できるだったり自然に帰る素材を使っていくことが鍵ではないのかなと思ってます。次は最近多くの人が見るかなと思うんですけど、こういった月経カップです。リバカップさんの月経カップを使っているんですけど、これを使い始めてだいぶ1ヶ月経つのかな経つんですけど、一つ言えるのがものすごく楽です。ディバカップ、月経カップに変えてから本当にウェイストがなくなりました。基本的にこれ1個以外何も使ってないですね。これを使って本当に旅行にもできるし、最初の方は不安だったのでナプキンとかも持ち歩いてたんですけど、今はもう全然これ1個で本当に全然平気なので、ものすごい自分の負担も自分の負担も軽くなったし、環境への負担もすごくなくなったなと思います。で次は実はファッションです。これ例えば自分が結構仕事の時に使うブレザーなんですけど、アベルコンビー&フィッチ、アバクロのブレザーです。知ってる人は知ってると思うんですけど、アバクロは確かにエシカルなファッションではありません。でも私が今日言いたいのは古着です。古着って私の中で一番エシカルだったり一番ゼロウェイストだなと思うんですけど、やっぱりファッションで考えてみるといろいろなところで汚染があって、例えばその綿を作る時点でどれだけの薬品を使っているか、あと染める時にどれだけ環境に悪いものを使ってその生地を染めているのかだったり、どういうふうにその
子供だったり女性は搾取しながら物を作ってるのか、あとはそれを作るのにまたものすごい量のエネルギーがかかっているって考えると、もちろんオーガニックコットンだったりエシカルファッションってすごく大事だなと思うんですけど、一番エシカルなのって古着じゃないかなと思ってて、新しいものを作らずに古いものをもう一度使うっていう風に考えると、新しいものを作ってないんですよ。だから私は結構古着だったり、あとはメルカリとかすごい愛用しているんですけど、それが自分の中で一番そんなにお金もかからないし、面白いし楽しい、ファッション、ゼロウェイストらしいファッションじゃないかなと思ってます。こんな風に今自分の中でまだまだ改善しなきゃいけないことはたくさんあります。例えばお酒を飲む時とか、やっぱり炭酸が飲みたい時はやっぱりペットボトルになってしまうからどうやったらそれを変えていけるんだろうだったり、袋がない時ついついプラスチックバッグを買ってしまうことも全然まだあります。だからこういう風にもちろん話してるけど完璧では全然ないです。だけど少しずつ自分の中で意識を変えていったり、それを発言していくことで他の人が確かにそうしようって思える、そういった環境だったり発信をできていけたらなと思っております。こんにちは。こういう風に自分の生活だったり言語だったり企業、アクティビズムに社会問題についていろいろ話していきたいと思うので、話してほしいこととかを紹介してほしいことをコメント欄に書いていただけるとすごい嬉しいです。ぜひこのビデオに LIKE そして Subscribe をお願いします。